私の第一印象と今で変わらないところはどこですか？人見知りだなっていうのもあったし、でもその前になんかまだ話したことない状態でなんかジュニア合宿があった時にコーチになんか聞かれてて、ニタ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 しながら分かりません分かりませんみたいな感じでずっと答えてて大丈夫って思いながらそうなんか何も答えれてなくて大丈夫かなって思いながらなんか見てて、なんかどういう子なんだろうっていうのはその時にあったんですけど、その後に高校生の時に初めて喋った時になんかすごい人見知りだったんで。最初に出会った時いつ頃なんですか？中学生の時のナショナル選考会の時に、その時は全然まだ話したこともなかったのでずっとこうやって見てましたけど1学年石田さん先輩なんですけど、はい、どういうふうにご覧になられますか？一個上のすごい人っていう感じで、なんか喋りかけられないなって感じでした。いつ仲良くなったの？中 3？ うちが中3の時か、また自分が中3の時に合宿に参加させてもらって、そこに石田さんもいて、なんでだっけ、日韓交流会みたいなのが福岡であって、その時に一緒にベンチで応援したりする時に初めてお話ししたのが仲良くなったきっかけなのかなと思います。当時どんな話したのか覚えてます？いやでも人見知りすぎてなんかはいはいみたいな、なんか自分が聞いたらあはいそうなんですはいみたいな感じでしかその時は答えてくれなくて、でその後にメールでちょっとやり取りして、で次会った時はすごい心開いてくれて、なんかいろんなたわいもない話をするようになったんですけど、本当に初めて会った時は相当人見知りなんだろうなっていう、だからあの時も多分結構何もなんか答えれないような感じだったんだって、なんかその時に思った記憶があります。と今欲しいものは何ですか？ものもの誕生日が明日なのではいなんだろう、T シャツとか普通にすごい海外でたくさん着るじゃん。確かにだから T シャツ何枚やっても嬉しいなって思うかな。なるほど選んでおきますまた自分のことになるけど第一印象と第一印象、さっきも第一印象思いつかなすぎた。第一印象と変わったところ。変わったかな、なんか変わってない。いや変わってないことはない絶対に。でもなんか18歳19歳20歳ぐらいの時とか一緒に遠征回っててお腹空いたりしたらちょっと不機嫌になるもう何不機嫌だとかでいじってたんですけど、もうお腹空いたもう無理とか言ってなんか元気なくなってたんですけど、なんかそれはなくなったかなっていつの間にかなくなってたなと思って、なんか妹キャラみたいな感じでチームでもずっとそんな感じだったんですけど、今はすごい先輩になってなんか年下の子たちもいっぱい入ってきて、すごいなんか逆にこうお姉さん側になってるのを見るとすごい変わったなとは思います徐々にお姉さんになってそうであってほしいです自分のことです。髪色を明るくしようと思うんですけども何色にしましょうっていう相談次明るくする。そう一回夏一回だけ明るくしてみて、似合わなかったらすぐ戻そうっていう気持ち。最近何色が流行ってんだろうね、だからいろいろ見るけどなんか自信がなくてどれにしようってずっと画像見て悩んで決まらないみたいな、いろんな意見を集めて決めようと思って。緑とか可愛い。オリーブってこと、うん、確かにやったことないかもしれない。じゃちょっと参考にしようでも志田さんから見て今まででこの志田さん素敵だったなみたいな、どんな？多分ない。でも自分的にはショートがめっちゃ好きで、ショートがずっといいとは言ってるんですけど、
でもいろんな髪型してるので全部似合うんですけど、一番自分の中ではショートがいいよっていつも推してます最近の息抜きは何ですか？でもずっとアイドルが好きなので、アイドルの動画見たりとか、あと最近推しの子っていうアニメとか見たり、あと愛の里ってやつを最近お互い見てたんですけど、なんかそういうのを見たりして、なんか結構やっぱり動画見ることぐらいしかやることがないので、まあ確かにとかあと美味しいものを絶対に食べるようにはしてるぐらいしかないしかないご覧になる大体愛の里は見ました。なんかちょうどインドネシアの大会の時になんかお互いずっと部屋にいて何も喋らずずっと動画見てたんですけど、そしたら急に「今愛の里見てるんだけど」って言われた時に「うちも見てるんだけど」みたいになってタイミング全く一緒で見てました。一心伝心10年後の自分は何をしてると思いますか？10年後35歳ぐらいうん。バドミントンには携わってそうわかんないけどな気がする。逆にある。マジですか？10年後はでもラケットは持ってないかな。持ってない？持ってなさそう、自分がね。うん持ってない。自分がそれこそ社会人出たりとか、なんかプレーしてることは10年後はないのかなって思うんですけど、もう普通に平凡に生きてそうな気がするんですけど、全然想像つかないです。松山さんバドミントンやってそうっていうのはまだまだ情熱が続いてそうかなみたいな。いやなんか自分がバリバリやるっていうよりは教えるっていうのは違う気がするんですけど、何かしら多分バドミントンが好きなので何かでなんかそこら辺にバドミントンのどっかにいるんじゃないかなってぐらいです。まあ今は結構お互いシダマツとしてやっぱ頑張り時かなってすごく思うので、まあ、苦しいことも多いですけど、やっぱここで逃げたら今まで頑張ってきた自分たちっていうのがちょっと報われなくて悲しいというか悔しい結果になっちゃうのかなって思うので、まあ、今ここを2人で頑張って、でそして楽しむことを忘れずにここを乗り越えて努力を続けて最後笑い合えるように頑張れたらいいなって思います。松山さんの長くバドミントンやってきてこうオリンピックを夢としてで今は目標でここまで来れたので、ここまで来たこともお互いを褒めたいし、最後本当に2人でやってきてよかったねって笑顔で終われたらいいなと思います。